皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日のサリーナスニュースの時間です。司会の桑名智樹です。よろしくお願いします。最近巷では、マスクが売り切れているというとても悲しいニュースが、あります。ですが今日は皆さんにご紹介したいのは、ご家庭にあるあるものでなんとマスクが作れるということです。で、それの今日の専門家、マスクを作って25年、専門家の安座間先生に今日はお越しいただいております。安座間先生、どうぞ。よろしく。こちらこそよろしくお願いします。今日はお忙しい中、本当にいえまず早速なんですが、ご家庭にあるもので簡単にマスクが作れるということで、材料は何でしょうか。そうですね、今日の材料ですが、コーヒーフィルター。コーヒーフィルターですか。そうなんですよ。このようなね、コーヒーフィルターなんですが、見えますでしょうか。これどこのご家庭にもあるものです、ね。そうですね。一般的なもの。一般的に、コーヒーフィルターはどこの家庭でもあると思うので、気をつけなきゃいけないことは、使ったコーヒーを作った後のフィルターを使いますと、やっぱりコーヒーの匂いが苦手な方もいらっしゃると思います。ですので、新しいものを使用されることをお勧めします。はい。じゃあ早速作り方よろしくお願いします。はい。まずですね、材料まだ終わってないんですけど、すみません。コーヒーフィルター、それから輪ゴム。輪ゴム。輪ゴム。小さい時ね、こうやって遊んでましたね。輪ゴムですけど、これ見えますでしょうか。はい。よくどこの家庭でもあって、よく日本だとね、おばあちゃんがカバンの中に忍ばせている。いざという時にこういうふうに。そうですか。おばあさんの必殺技が。そうなんですね。それとですね、あとは最後に必要になるのはホッチキス。ホッチキス。それだけです。じゃあ、お見せしたいと思います。まず最初に、フィルターを取っていただき、顔の大きさに合うか、まず開けて、こういうふうに顔に合わせてみてください。自分はこんなに顔がでかかったんだっていう気がつく方もいるかもしれません。もう今私もしみじみと感じております。いや、桑名アナウンサーはもう顔小さいですよ。大丈夫ですよ。先生も超お似合いで。ありがとうございます。でですね、それを確認した後に OK ということで、じゃあちょっと一回取ってもらって、今度は輪ゴムなんですが、輪ゴムは短いのもあると思うので、こういうふうにつなげて。そうです。見てもいいかもしれない。またこれもカラフルで彩りがよく。そうですね。やっぱり春ということなので、赤と黄色、菜の花をちょっと考えながら、そうですか。今回は作ってみました。素晴らしいですね。でですね、それがですね、次なんですが、ホッチキス。ありますね。それをですね、ここいいですか。ここにちょっと押して指を気をつけて、皆さん指を気をつけてください。痛い。だから危ないですよ。じゃあもう今度私やります。自分でやります。ありがとうございます。すみません。ありがとうございます。じゃあこれでこういうふうにね、パチンと止めたら、ほら見てください。もう素晴らしい。じゃあちょっとやってみますね。でこれでですね、こうしてこういうふうになるんですね。こういうふうになるって感じですね。もうマスクですね。もう完璧なですね。どうですか、着心地というかフィット感は。そうですね。多少右耳がちょっと血流が止まっている気もしますが、そういう時はですね、またね外していただいて、もう一段階の輪ゴムをやって、そう気をつけてほしいのはですね、やっぱり耳の神経がなくなってきたですとか、友達からちょっと耳が青いよ言われるようなことがあれば、ぜひすぐ取っていただいて、また耳を揉んだ後にまた再度利用していただけるといいかと思います。そうですね。お互いやっぱ気遣う心もやっぱこのマスクを作ることで見えてくるっていうことでしょうか。そうなんですよ。だからそのね、血流が止まっている友達を見て何も言わないっていうのは、それはやっぱりね、ちょっと
人徳にかけてるんじゃないかと思います。わかりました。ということです。ただもう一つ気をつけてほしいのはですね、この今長いこういうね輪ゴムが外されてますが、これはね皆さん嫌がる人もいるかもしれません。でも中にはこれは最新のファッションだということで、誇りを持ってこのマスクを使っていただけると、周りの人もなんて言っていいですか、そういう受け入れ体制ができるっていう感じになると思うんですね。でもとても斬新なアイディアで、やっぱりですね。興味というか目を引かれる。はい。ありがとうございます。そうなんですよ。これをしてるとですね、やっぱり人がよく見るようになります。そこでもね堂々と、なんだこの人コーヒーのフィルターつけて歩いてんのという人もいるかもしれません。そこで恥ずかしがってはいけません。堂々とコーヒーのフィルターつけた何が悪いんだよっていう、それぐらいのね気合い入れてほしいですよね。でもシャイな方もいると思います。そういうシャイなあなたへ、次のアイテムなんですが、まだあるんですか？はい、そうなんですね。でこういう風のシーズンでも笑顔を忘れたくないという方がたくさん女性の中にいると思います。はい。ので今回は笑顔マスク。どんなに心で泣いてても、顔は笑顔。あらー、皆さん見てください。こちら。そうなんですよ。実は心泣いてるんですよ、心は。でも顔は笑っているというすごい便利なマスクですから。素晴らしいのが、これ先生も笑顔に見えますし、私ももうつられるように笑顔になってしまう。そうなんです。これ笑顔が風を映さないけど笑顔を映すというマスクなんですね。ただ気をつけなきゃいけないのはそのペンの種類を間違えちゃうと、シナ中毒になる可能性があるので、ちょっと目が座ってきたらマスクをすぐ取っていただき、またしばらくしたらねまたやっちゃう。それに続けているといいかもしれませんね。でも本当に冗談抜きでマーカーはやっぱ使わない方がいいかもしれません。今やってみて気がつきました。ちょっと匂いが頭の方に上ってきましたので気をつけてくださいね。ありがとうございます。じゃあ最後にもう一度おさらいということで材料の方確認させていただきます。まずコーヒーのフィルター。そうです。それから輪ゴムということ輪ゴムですね。こちらは大人用子供用大体何個ぐらいを目安にしていけばいいですか？そうですね。子供だと3つから5つ、大人だと10から20から30から40と頭の大きさによって変わってくると思いますね。そうですか。わかりました。それからホッチキスということですね。はい。わかりました。じゃあ最後になってしまったんですが、マスク作りの醍醐味を聞かせていただけますか？そうですね。マスク、よくね人はマスクは顔を隠すものと言いますが、その顔を隠す中、実は相手の体を守らなきゃいけないという心遣いがあるんですね。マスクには。ですので、自分の体を守るということに皆さんは考えがちですが、実はマスクをすることで相手の体を気を使っているということがやっぱり心に留めておかなければいけないことではないのでしょうか。今日はお忙しい中どうもありがとうございます。いや、またよろしくお願いします。それでは来週なんですが、来週は、このマスクの効果について、実際に実験して調べていきたいと思いますので、皆さんお見逃しなく。それではまた来週、どうもありがとうございました。Hello. We hope you enjoyed this presentation. Although this was done partly in jest, we acknowledge the seriousness of taking precautions against the COVID-19 virus.As we are making this video today, the government made a statement recommending the public to use masks or cloth to cover the mouth and nose in an effort to prevent spreading the potential disease. We strongly believe those workers on the front line, such as healthcare workers, law enforcement, have priority access to medical surgical masks. We're not suggesting that coffee filters would prevent the spread of COVID-19, as this has not been medically established. However,Any effort to cover the mouth and nose may be helpful, as the government is now recommending. Do not use markers or other toxic paints or coloring in the making of your mask. Thank you for watching.